Okay, today's topic. This is how life works. Let's get started. はい、こんにちは。ライフソウルデザイナーやすよです。今日も純子さんとお届けします。今日のトピックはなんだっけ？これが人生のなんだっけ、純子ちゃん。人生の仕組みです。そう、これが人生の仕組みですということ。まあこれはいろんな言い方があるけどね。引き寄せの法則、昔引き寄せの法則について一緒に話したことありますよね。はいはい。こっちでは喋ったっけ？ジャパニーズバージョンだっけ？引き寄せの法則。うん。ワン、ツー、スリーで喋ったの外国バージョンかな。そうだった。あ、本当？うん、はい。まあそこにも通ずるし、一個前のYouTube のチャンネルで言葉が人生を変えていくっていうか、それとも通ずる、はい、全部通ずるようなお話をしていきたいと思います。はい、ですね、ニコラ・テスラって知ってる？知らない。あれなんだっけ、ほら海外で、電気自動車とか作ってる人、有名な人知りません？知らないか。その人は車業界だったらもうなんか最先端のことをやってる人で、その人が言ってることが、この世界は全て波動でできてるから、そこを知るか知らないかで全然人生が変わっていくみたいなことを言ってるんですね。でその人は全然別にスピリチュアルの人とかでも何でもないんだけど、その全ては波動でできているってことを理解しながら、車業界で多分圧倒的なその売り上げっていうか実績を出されてる方で、ちゃんとその、エネルギーを具現化してる人なんだよね。リアルに目に見えないものが大事で、全ては波動でできているってなんとなく分かってても、それを実用してる人とそうでない人っていう風に多分分かれていくと思うんですけど、でその人は実際に形として具現化するっていうことをされてるから、まあ説得力があるというか、目に見えないこととか信じないとかね、全ては波動ですとかエネルギーですって言われても、あまり怪しいみたいな現実がとそれは関係ないっていうふうに思ってる人も多いと思うんですけど、そういう方が本当に圧倒的な具現化されてる方もそういうことを言ってるってことは、もう本当いよいよそういう時代に突入したんじゃないのかなっていうふうには思ってるんですけど、ジョコちゃんの周りとかどうですか？そういうサイエンスで証明されてるってことですよね。現実的な活動をしつつ、でもそういう目に見えない力っていうか、そっちを大事にして生きてる人って自分の身の回りにいます？どういうこと？例えば今までだったら目に見えないもの、スピリチュアリティが大事だよねって言ってる人と、いや行動が全てで、目の前の現実をしっかり見据えて、目に見えるものしか信じないみたいな人とさ、結構こう分離してたと思うんだけど、今ってそれを両方、それとそれはイコールだから、目に見えないものが大事だし、それを具現化していくんだよねみたいな風に、その両方を併せ持った人って自分の近くにそばにいる人いるかなと思って聞いてみました。両方併せ持った人？ニコラ・テスラみたいな？そう。例えばほら、ジョコちゃんだったらやっぱり大きい企業に勤めてるから、なんかそういう場所に所属しながらも、いや目に見えないものを具現化していくんだよねみたいな人っているのかなと思って。
あ、なるほどね。うん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 。ちょっとわからない。いないかな？わからない。いない？わかんないね。うん。そっか。私の周りだったら、例えば自分の、ヨガの先生とか、うん。うん、その人は完全に具現化してる人として、まあ、だから私はその人が好きなんですけど、うんうん。うん、その言ってることと、まあ、その人が作り上げてる世界がちゃんとこうマッチしてるというか、うん。うん、ちゃんと具現化してるなっていうのをいつも見て学んでたので、やっぱりこれがいいなっていうふうにずっと思ってたんですよね。うんうんうん。うん、でもともと目に見えない世界、私が興味持ち始めたのって19歳ぐらいかな。うん、ずいぶん遡るんだけど、うん。なんかその時は、そう、こんな世界があったらいいのになとか、本当に自分が望んでる理想の世界をこうやって目に見えない力で具現化できたらどんなにいいんだろうって本当ずっと思ってたのが、まあ、19、20歳ぐらいからだったんですけど、うん。でもそれをちょっとずつちょっとずつ実践していく中で、結局最初に引き寄せた法則、自分が引き寄せた具現化できたのはハワイに暮らしたことなんだよね。うん、それもうん。自然の流れでハワイに暮らすっていう形が整ったっていうか、向こうからやってきたみたいなことだうん。ったんですね。うん。うん、なんか努力して住んだわけじゃなくて、なんか全部整ってたの。うーん。うん、お金もすごい貯まってたし、うん。うん、あと向こうに知り合いもいたし、なんて言えばいいんだろうな、全てがこうスムーズに流れたのが、その最初に自分が、自分で思ったことを引き寄せたっていうふうに思えたのが最初のハワイに暮らした時なんですけど、うん。なんでこれがまあできたかっていうのを、その時はまあ全然はっきりとは見えてなかったんだけど、まあ今この時点でこれをみんなに伝えてる時点で改めて思うのは、私はすごく頭の自分の内側で作り上げる世界観が結構リアルなんですよね。純子ちゃんどうですか？なんていうの、内側で作り上げるバイブレーションが、まあ、波動になっていくから、自分の中で感じてる感覚とか、作り上げてる感覚ってどんな感じでいつも過ごしたりしてる？作り上げてるっていうような、それを活用しているというような実感ってあまり持ったことないんですけど、うんうんうんう例えばんうん。その英語を勉強し始めた時は、うんなんか自分のうん中にビジョンがあったんですよね。絶対こう、ネイティブとうん流暢にディスカッショうんンをしている自分うん。だったり、それで仕事をしている自分だったりとか、はい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 。明確にうん見ていて、で、周りのうん人が、いや、うん国内でなんて難しいよねとか言ってても、それはうんあなたの世界、私はそこうん行かないみたいな、すごく強く思ってうん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 ますうんうね。ん。ってことはさ、純子ちゃんの波動が、そこにフォーカスしたってことですよね。そうですね。自分が見たい世界にしっかりフォーカスしたから、うん。それに見合ったものが自然と集まってきたっていうか、見合ったものしか目に留まらなくなってきたみたいな流れが起こってきたと思うんだけど、それうん。は実感あります？振り返ればあります。その時は、うんうんうん。思ってなかったですけどね。うん。うん。ポイントは、この宇宙の仕組みは、やっぱり自分が、この自分の内側の中で作ってるバイブレーションね、そのうん。波動に合わせたものしか近づいてこないようになってるんですよね。うんうん。うん。で、これが、まあ、磁石とも言えるけど、しキャッチする、キャ自分では全然わかんないんだけど、自分がフォーカスしたものしか目に入らないようになってるんだよね、この人間って。うん。面白いんだけど。例えば、好きな音楽とかも、
きなジャンルの音楽しか目に留まらないでしょ、全然。そうですね。うん。で、好きな本しか目に留まらないし、自分が好きだなと思うものは自然に集まってくるようになるので、うん。このバイブレーションをどういう状態に持っていけばいいかっていうと、やっぱり昨日の言葉と一緒で、そのなりたくない言葉の方にバイブレーションを持っていくんじゃなくて、好きな方に自分のバイブレーションを持っていくっていうのがすごい大事なポイントになってきます。うんうんうん。で、それが朝から晩までそれだったら最高なんだけど、うん。うん。だから朝から晩まで、自分の波動が自分が見たい世界に、その、見続けることがどれだけできるかで、本当に見違えるように外に集まってくるものが変わってくるっていうのは、うん。意識してやり始めれば絶対に分かることなんですよ。うん。うん。なので、多分無意識で、大体みんながやるのは、あれが嫌だなとか、この仕事嫌だなとか、こういう人嫌いなんだよねとか、うん。こういう場所嫌なんだよねみたいな、嫌なものって結構はっきりしてるんだけど、うん。それを思えば思うほど、その、こういうの嫌だなっていうこととか、こういう人嫌なんだよねっていう人とか、なんかこうなったら嫌だなって思う、そっちのバイブレーションにやっぱり合わせて、その現実ってものが、バイブレーションだから、形となって、その、波が粒になって、粒が物質化していくんですね。うんうん。うん。なので、自分の嫌だなと思うことをどんどん引き寄せるのが上手な人の方が多いかもしれない。実際は人がやってることって。なるほうん。どね。そう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 。だから、例えば一番人間が引っ張られるのは、やっぱり目の前のシチュエーションなんだよね。そのああ、うんうん。うん。で、そのシチュエーションを見た時に、なんで私こんなところに行かなきゃいけないのとか、なんでこんな電車、毎日満員電車乗んなきゃいけないのとか、うん。そのシチュエーションにやられるんだけど、そのシチュエーションをまた嫌だなって思うと、そのシチュエーションは永遠に続くっていうのが、この宇宙の法則っていうか、うん。エネルギーなんですよね。だから、こっからもし今目の前にある状況が、なんでこんな人生になっちゃってんのっていうか、うん。なんか全然自分が、信じられる仲間もいなければ、やりたくない仕事をやって、なんか我慢して、なんかもう嫌だみたいな目の前の状況が嫌だと思ってる人が、じゃあこのエネルギー、波動を使ってどのように変えていくかっていうと、今すぐ目の前のことを全部消すことはできないじゃない？だってうん。それがほら、具現化されちゃってるから。うん。うん。だとしたら、それを見方を変えるってことをやっぱりこっちが変えていくしかないんですよね。うんうんうん。うん。で、どういうふうに見方を変えていくかっていうと、例えばじゃあ満員電車に乗りました。で、そのシチュエーションは実は、自分は本当は好きじゃない、本当は乗りたくないとしたら、その電車の中で、本当はどうしたいのって、どうなったら嬉しいのかなっていうことを、満員電車の中でニコニコしながら、自分のなりたい方のイメージを自分の内側で作っていくってことをやるってことです。なるほどね。うん。だからうん。満員電車乗りながら、こう、ブツ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 、もうこの人近づいてなんか嫌だとかさ、なんかこの人臭いとかなんかわかんないけど、うん。この人近寄って欲しくないとか、ほら、嫌な場合、嫌な方にすごい意識が向くじゃない？うん。うん。その時こそ、その自分の本当に内側に集中して、じゃあ、どうなったら自分は嬉しいのとか、本当はどんなシチュエーションだったら自分は最高なのってことを、その満員電車の中であえてやるっていうことをずっとやっていくと、そっちにこう波動がバイブレーションがどん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 合っていくので、うん。必ずそっち側の事柄が集まってくるように絶対なってくるんですよ。
はい。なのでそれを、その目の前のシチュエーションが嫌だから嫌だって言い続けるんじゃなくて、目の前のシチュエーションが嫌だったら、じゃあどうなったら嬉しいのって、どうなったら自分は一番最高なのかなってことを考えるっていうことを意図的にやっうんうん。ていくようにしてみると、今目の前に起こっている現実って、ちょっと前に自分が考えたことが目の前に起きてるじゃないですか。うん。うんうん。だから、じゃあ、変えられるのは今自分の考えを変えれば、この考えがその後の自分の現実をまたクリエイトしていくわけだから、なんかそこをまずしっかり自分で、あの、意識して意図的にそれをやるってことをうん。ぜひやってほしいなと思います。はい。はい。今日はこんな感じです。うんうん。So the key point here, I think, is the focus point of view. So even if you don't like the circumstances, you can change the viewpoint so that your reality will be changed. And also the question like, what do you want indeed, or what makes you feel happy? So those questions are important too. So if you like this channel, please click like and subscribe buttons. Also join the Facebook group so that you can see some detailed information of us. Thank you! バイバイ。